永瀬智也さんから「はい、龍太あげる」定価が30万円なんですけど、店入った瞬間に「ここないけど OK」絶対こっちから入れる。皆さんこんにちは。 GQ スニーカーホリックス MC のアントニーです。お待たせいたしました。今回からなんとシーズン6でございます。はい。そしてシーズン6の最初のスニーカーホリックはついにこの方の登場でございます。映画、ドラマ、舞台で活躍中の俳優の佐藤隆太さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。うわー、よろしくお願いします。嬉しい。よろしくお願いします。やっぱまあ佐藤さんといえば、はい、多分この芸能界で一番このスニーカーに精通してるというか、いやとんでもございません。ジモンさんがいらっしゃいます。いやでもシーズン1からこうスタッフさんがなんかオファーしてるみたいな話を聞いてたんですけど。そうなんですよ。何度かお話いただいたんですけど、どうしてもタイミングが合わずに、ありがとうございます。ずっとだから僕も楽しみにしてたんです。ここに来れる。いや本当にありがとうございます。だからちょっとシーズン1からのこう募る思いが爆発しますんで、話したい。アントニー君といっぱい話したい。僕だからこういう企画の YouTube に出るの初めてです。そうですよね。見たことないっす。出たことない。ありがとうございます。いやありがとうございます。そしてですね、はい、目の前にあるのが、佐藤隆太さんの、今回持ってきていただいたコレクションでございます。はい。いやー、やっぱ独特です。今回の。そうですか。やっぱなんかその独特。やっぱ個性があるなっていう。ああ、なるほどなるほど。迷いますよね。迷います。もうめちゃくちゃどれを持ってくべきか。で今回はなんかせっかくなので、なんかちょっとずつどれも他に今日持ってきないスニーカーにもあるんですけど、ちょっと思い入れが強いスニーカーをこうちょっとパッと適当にピックアップして持ってきたっていう感じですね。ちなみに何足ぐらい？全く数えてないから分かんないんですけど、多分ピークの時は600以上持ってたんです。ここ 1,2 年でちょっと減らそうと思って、多分100足ぐらいは減らしたと思います。今多分だから500ぐらいかなと思います。それ減らすって、もう上げたりとかしちゃう？ひたすら上げます。この間引っ越しをした際には、やっぱり引っ越し業者さんが、もう後半呆れるっていうかくたびれるぐらいスニーカーの方が多いんですよ。いやそうですよね。だからそれが申し訳なくて、なんか僕のこともそうだしスニーカーのことを嫌いになってほしくなかったから業者さんに20足ぐらい。マジっすか？いや俺やったのに。俺引っ越しやりましたよ。それだったら。本当ですか？いやでもサイズの問題もありますけど、業者さんがこうやって出入りしている時にこうやって業者さんのこっそり見て、あ、同じだと思って、でもしよかったらいりますって言って、多分なんか2、30ぐらい出したんです。でもちろんこれ全部持ってってたわけじゃなくて、もし本当に欲しいのがあったらって言ったら全部持ってってくれます。それは持ってく能力はね誰よりも高いですからね。よくやるのはあとはドラマとか映画とかの撮影現場のスタッフさんにプレゼントすると、その方が現場で履いてくださるんですね。自分ってこんだけ持ってても履ききれないし、なんならもう B さん1個でもいいんです。もう現場に入ったら役衣装になるので、そっか、そうですよね。靴が履けないんですよね。確かにその職業柄的に、佐藤さんとか履きたいスニーカーが履ける時間って少ないですよね。本当にないんですだからスタッフさんにプレゼントしたら、現場でこうスタンバイしてる時も自分が買って箱で家に取っとくよりもちゃんと見る機会が増えるんですよ。なんか切ないな。やっぱいいなと思ってそれがでも嬉しいですね。それが嬉しいです。ちなみに、佐藤さんが今日履いてるスニーカーを教えてください。これはですね、最近比較的最近ゲットしたファットザピーロッドですね。かっこいいな。僕SB のファットザダンクが大好きで、これが発表になった時からもう絶対欲しいと思ってて、最近全然抽選当たらないんですけど、これは運よく、もうマジでメールもらった時はマジでぶっ倒れるぐらい嬉しかったです。それこそ昔とか並んだりとかもされてた？しました。この間もなんかちょっと奥さんにちょっと呆れられましたけど、並びに行って朝から、それでそこに並んでるその20歳ぐらいの子供たちのグループとめっちゃ熱弁して話してるんですよ。それを奥さんが傍から見てて、いやあんた一人めちゃくちゃおっさんだからね何を若い子たちと話してんだなんか仲間感出してんだって
ちょっと今回はですね、はい、僕がこの、見させていただいて、はい、なんかいろいろちょっとお話聞かせてくださいという感じで、すいません、ありがとうございます。スタイルでもいいですか？もちろんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。でも僕最初にちょっと謝らなきゃいけないことがあって、一番最初に僕の方からちょっと紹介させてもらおうと思ってたスニーカーを忘れてきちゃって、すいません。ちょっと僕がスニーカー好きになったきっかけの一足で、ジョーダン7のラプターズですね。中1の時にアメリカにホームステイ行った時に、自分のお土産に買ってきた一足だったんですけど、やっぱりこうやって話させてもらう時に一応そこからスタートしようかなと思って玄関に置いといたんですけど、娘の塾の送りとかで朝バタつきましてすっかり忘れてきてしまったという一足がありました。なるほど。すいません。じゃあちょっと僕からいろいろとお願いします。ちょっとそれこそ今回今オリンピックで堀米選手が金メダル取った、すごかったですね。あれ感動した。すごかったですよね。でやっぱちょっと僕、堀米選手が何履いてるとか気になるなと思って見たら、足元もこう寄ったりしますからね。ジャノスキのスリッポン履いてて、結構なんかローテクな、これでやられてるんだと思って、で他の国の選手とか見てて、ベニヤ履いてた、いました。いて、いいなーって。それ気づかなかった。なんて言うんだろうな。当時すごく衝撃を受けた一足ですよね。これ2001年に出てるんですけど、やっぱりそれまでのフォースワンとかダンクとかってやっぱり2色使い、普通のレザーでとかすごいシンプルなものが多かった中で、クレイジーダンクとあとプラムとバババって出た時に、なんて攻めてるスニーカーなんだと、当時にしては画期的な一足だったんですよね。それで日本限定っていうなんて面白みもあって、4色出たのを各2、3足買いましたね。だから大好きなスニーカーです。どこで購入したとか覚えてます？どうやって購入したとか。これは多分当時丸いとかだと思いますね。そう、当時はね結構丸いでいろんな面白いのが買えるところといえば丸いだったような気がしますね。それでちょっと面白いなと思うのは、このカラーに関してはこの間の復刻も変えたんですけど、同じなんですけどこうやって並べてみるとスウェードの質感が全然違うんですよね。それで僕はこのオリジナルのこのなんていうんでしょう、ちょっと毛羽立ちが強めのスウェードが大好きで、例えばツマ垢のスウェードもそうなんですけど、自分が熱狂したからなのかもしれないですけど、やっぱりスウェード素材のスニーカーが大好き。やっぱり僕 SB の中でも今でも一番好きかな、ツマ垢が。ツマ垢が今、ダンクがいっぱい復刻してて、当時、ダンクのブームの時って、20年ぐらい前が多分一番のブームなんですかね。その時ってまだ僕小学生なんで、なんかあんまりなんかでも履いてるお兄さんたちいたなっていう感覚が強くて、で今出てて、このモデル昔にも出てるのか、そういえばこれあったのかっていう、なんか僕は改めてダンク深いなっていうちょっと世代なんですよ。これ普通に新色かと思ったら復刻なんだみたいなね、そういう気づきがありますよね。だから佐藤さんの世代が一番リアルにこれまた出たかっていうのが、そうですね。だからすごく今のなんか動きは興味深いというか、だからそもそもなんで僕がこんなダンクが好きかっていうと、フォースランも履いてたんですけど、やっぱりごつくてかっこいいんですけど、でもちょっとスリムにした感じとこの軽さっていうのがすごく自分の足に合ってて、それですごい好きなんですよね。特にやっぱり SB のシリーズが一番しっくりきます。あと SB なんか特に何て言うんでしょうか、いろんなものをモチーフにして、有名なところで言うとハイネケンとかもそうですよね。なんかそういったなんていうの、遊び心がすごい面白くて、それこそそれまでに使ってなかった素材とかデザインとか、単なる足元のシューズだったのが一つのアートみたいにこの SB が始まってからなってきたので、そこに食いついて、そこからずっと SB 好きですよね。こちらもダンクミシガン、これはいつの？これは、最初に復刻された時のやつですね。99。これは僕が
初めて連続ドラマに出させてもらった時に、はい、主演の永瀬智也さんからいただいたダンク、はい、うわー、むちゃくちゃいい。そうです。だからこれはそういった意味でもすごく思い入れがあって大事に履いてる一足です。これどういう流れで永瀬さんからこれは、はい、僕ずっと永瀬さんが私服でも履いてるスニーカーとか見てて、はい、なんか足のサイズほぼほぼ同じっぽいなと思ってはいはい、はい、ちょっとある種スケベ心もありながら、はい、永瀬さんって足スニーカー何センチ履いてます、はい、って言って、この 27.5 だよって言って、はい、一緒っすねって言ったんですよ。はいはいはい、そしたら次の日持ってきてくれたんです。うわー、次の日ですよ。僕がふざけて一緒っすねってその一言で「はい、龍太あげる」って言って、かっけー、めちゃくちゃかっこよくないですか。かっけー。これ知ってるかレアなんだぞとか大事にしろとか一切ないですよ。はい、これ龍太あげるよ。うわー、それだけね。僕らなんか誰かにあげるとき、いやこれさ、俺めちゃくちゃ言いますよ。うんちくとかね、はい、めちゃくちゃ言っちゃいそうですよね。これいいやつなんだぞって言って渡しますけどね。まああげもしないんですけどそもそもがその当時、僕小学生なんですけど、はい、このミシガンっていうスニーカー、はい、どういうスニーカーだったんですか。やっぱりなんかダンクの象徴ですよね。ダンクといえばみたいな。だからまさかそんな一足をそんな簡単にくれるとは思ってなかったちょっとなんか冗談言ったんですけど、ちょっと面食らうというか、はいはい、こんなのもらっていいですかみたいな。でも嬉しかったですね。だからこれはもうどんだけダメージが増えても絶対に手放せない一足ですね。思い出の一足です。ちなみにそのドラマって何の作品？池袋ウエストゲート。わー、やっぱそうか。僕地元が本当にもうほぼ池袋なんですよ。あ、そうなんですね。で小学校4年生のアントにマウンテンバイクで撮影見に行ってたんですよ。マジですか。一番好きなドラマです僕。あ、本当ですか。はい。作品の中で、加藤愛さんから永瀬さんにスニーカーあげるシーンありますよね。イレブンですよね、あれ。そうだ。でこういうのってなんか違うと思うんだって返すみたいな。それが僕めっちゃよく覚えてます。めっちゃ覚えてます。まさにストリートのね、なんかど真ん中のドラマでしたもんね。ですよね。この中に海外で買ったスニーカーってありますか？海外で買ったのでいうと、じゃあこれトリックスター、はい、まあこのブレザーもそうですね、はい、あとこの桑原、これもそうなんですけど、はい、2008年のオリンピックから正式種目になった BMX の、それを記念して出されたモデルです。こっちもね薄いですけどスター柄で、これ一緒に合わせてアパレルとかも出てたんですけど、それも買ってきて。ニューヨークのもうなくなっちゃって寂しいんですけど名店ですよね。デーブズクオリティミートっていう、聞いたことある。はい。もうすっごくかっこいいスニーカー屋さんで買ったものなんですけど、これ3足全部そうです。ニューヨークにそれはプライベートで旅行で行ったんですよ。そこでいろんなスニーカー屋さん回って、DQM に入った時にこの3足がもうまさにショーウィンドウで飾ってて、やったあると思って、これもうすごい欲しかったんです。これすごいポップでダンクの SB の中でもかなり攻めてるというか、面白い一足だったんで、もう入った途端あれサイズまだ残ってるって言ったら、あ、もう売り切れてるんだって言われて、じゃああれはって言って、僕のって言って。店員さんのなるほど、ちなみにサイズいくつなんですかって言ったらテンハーだって言って、僕ドンピシャなので、なんとか売ってくれませんかって言って、どれをって言ったらできれば3足欲しいんだって言って話もしたんですよ。日本から来て本当にスニーカー好きで、この DQ も本当に来てみたかったんだって言って、あ、そうなんだって言って、じゃあせっかくそんなに好きなんだったらいいよ、僕のでよかったら売ってあげるって言って、で定価にちょっとだけ上乗せして、買わせてくれました。結構なプレーでって感じもなくじゃなく、今はっきり覚えてないですけど、本当にもう気持ちなんて言うんだろう、ありがとうっていうぐらいのお値段で譲ってくれた、ちょっとこれも思い出のあるスニーカーですね。あと店のコンセプトが僕一番好きかも、スニーカー屋さんで今まで見た中の。ちょっとポップな感じ、なんかこうスニーカー屋さんなんですけど、やっぱり肉屋さんの雰囲気を出してるというか、でこれが DQM のショップバッグなんですけど、もう10年以上前ですけど、この紙袋もなんかアメリカのなんていうんだろうな、
ちょっと靴屋さんではないようなはい、ショップバッグで10年前のそのタイプのショッピングバッグをそんな綺麗な状態で、はい、これずっと畳んで取っといてよかったと思って、やっと日の目を見ることができてその近くのクライアンテールっていうちっちゃなスニーカー屋さん、それも今もうなくなっちゃいましたけど、で買えたのがクエストラブのフォースなんです。これも入ったら一足だけこれショーウィンドウに飾ってて、さすがにそれもう飾ってるだけだよねって言ったら、いやこれラスイチって言ってこれはもう普通に最後の最後で買えた。当時はこうプライベートでもあとは仕事で行った時も空き時間は全部僕スニーカーや巡りに費やしてたんですけど、そうやって足で頑張れば、ギリなんか手に入る可能性がある時代でしたよね。だから今はすごく便利になった一方でやっぱりこう全部抽選だから、もう本当に運ですよね。あとずっと気になってたんですけど、一足だけバンズがそうなんですね。これねたまたま思いましたけど、ハワイのインフォメーションっていうショップで、コラボレーションのモデルなんですよね。仕事の空き時間にお店の方に行って、そしたらちょうど店の真ん中にすんごいかっこよくこれが飾ってたんですよ。いいっすね。これってもう買えるんですかって言ったら、いや実は3日後とか4日後リリースだって言われて、なんだアメリカっぽいですね。先になんかもうそうです飾っちゃってる感じが。そうなんですよ。で僕その次の日かなんかに買えなきゃいけなかったんですよ。これは売ってもらうことって無理って言っていたら、これサンプルだから売れないんだよねって言って、あそっかって言って、まあしょうがないなと思って、でそこはアパレルとか他のスニーカーも並んでるショップなので、いろいろ見てたんですよ。なんか思うところがあったのか分かんないですけど、お前好きだなと。なるほど。でこれあげるって言われて、ほういやそれは無理だと、ちゃんとお金を払うって言ってるんだけど、いやこれは違うんだ、ルールとしてサンプルだからお金をもらっちゃいけないから、いいよそこまで好きなだったらこれ持って帰ってってくれって言っていただいた一足なんかやっぱ海外のショップ、まあ今はちょっと行くの難しいかもしれないですけど、魅力とかなんか楽しみ方とかってありますか、龍太さんなりの。やっぱりなんか初めて入るショップってすんごいワクワクしますよね。ワクワクします。初めて入ったショップで絶対に自分でやるルールがあって、店入った瞬間に絶対に目を細めるんです。こうやってでやっぱり僕が好きなのはそのダンクとかフォースがジョーダン1とかの流れなので、店によってはナイキアディダスの3本ラインとプーマとかでカテゴリー分けて分かれてますね。分かりますね。そうすると僕一番最後に美味しいもの取っておきたいんでここナイキ OK って言って絶対こっちから入れる。で見て徐々にグラデーションでテンション上がってナイキのゾーンに来た時にウォーっていうのがすんごい楽しい。いやそんなにちゃんと楽しみ方があると思わなかった。もうそれが楽しいですね。いやその感じで、店内にいたらあげるってなるかもしれないしなんだあいつやべえやつだからあげてても早く帰らせろって。龍太さん、僕の中でやっぱジョーダンも結構持ってらっしゃるじゃないですか。で本日はこの2足これも海外なんですけど、このエアジョーダンフュージョンのこれプレミアっていうカテゴリーで出たやつなんですけど、これはハーレムのハウス・オブ・フープスで買ってきたんですよ。うわ見たことある。これも初めて行ったんですけど、ハーレムっていう地区もちょっとね初めて行くからちょっとドキドキする。なんかちょっと怖いイメージもある。そうなんとなく。でもそれがもう入る店店員さんがもう劇的に優しくて、このハウス・オブ・フープスのお店のお兄さんたちもそうでなんかすごく優しくて、僕ここでこれのホワイトと、ブラックも同時に発売されて、それも買ってきてそっちはもう履き潰してもう捨てちゃったんですけど、買えたのがすんごい嬉しくて、お店の外に出てバッグ持ちながら一緒に行った妻に写真を撮ってもらったんです、そしたらガラス張りのお店なんで、ショップ店員の人が3人ババって集まってくれて、もう毎回なんかひょうきんなポーズを
撮ってくれて、なんか思い出に残るような写真にしてくれたんですよ。うわー嬉しいっすね。めちゃくちゃ嬉しかったです。なんかあんなにドキドキして行ったけど、めちゃくちゃなんて言うんだろう、すごく幸せななんか時間になりましたね。なんかこのスニーカーを買いに行くっていうのが一つのこのもう楽しみ、遊び、エンターテインメントになるっていう。でもそれこそ僕もこの番組でロサンゼルスのショップいろいろ行かせていただきましたけど、めちゃくちゃ優しいですよね、みんな。優しいですね。まあ僕が行った店の中では裏ではバンバンスニーカーの箱を投げてる店もありますけどでもそういった意味で言うとちょっと悔しい思いしたのがこの2足なんですけど、これは仕事でフランスに行った時に、フットロッカーで買ったダンクなんですけど、これねしましまダンクって言って、がっつり日本語なんですけど、これEU のフットロッカー限定で出したモデルなんです。これ EU 限定なんですか？そうなんですよ。当時僕 7.5 で履いてたんです。これもずいぶん前ですね。これも2000年初めかな、2003年か。7.5 だよって言ったら、お前嘘だろって言われてどういうことですかじゃあお前脱いで見せてみろって言って、7.5 入ったんで、ほらマイサイズだって言ったら、チッて舌打ちして、バックヤード行ったんです、で結構早めに戻ってきて「ない」って言われて絶対嘘だなって僕は思って、次の日また行ったんです、で違う店員さんに声かけて「これの 27.5 ある」って言って「あるよ」って言ってすぐ持ってきてくれて、無事に買えたんですけど、当時日本の人たちが結構買いあさりに、バイヤーっていうか、それ結構過度になってた時期だったりしたのかなとも思うんですけど、もう完全に自分のためじゃなくて、なんかこう持って帰って商売すると思われたのかなとは思うんですけど、だからマイサイズじゃないなら、っていうことですよね、なんで買っていくんだと。そちらのモデルはどういうモデルなんですか？これメイアタックっていうシリーズで出たメープル、通称メープルって言われてるんですけど、これのほぼほぼ変わらない、ここがオーストリッチになってるのがステューシーがダンクで出たじゃないですか、あれがすごい欲しかったんですけど買えなかったんですよ、そのちょっと後にこれが出て、いいじゃん、このカラーリングが好きだから、オーストリッチじゃないのちょっと寂しいけど、これで全然いいと思って探してたんですよ。そしたらちょうどあっちで出会って買ってきて、これもちょっと自分の中でのルールとして、海外で買ってきたスニーカーは基本的にはそこで下ろして履いてくるんですよ。完全に自己満ですけど、これパリのルーブル美術館の前のカフェの土っていうかを踏んでんだなって思うと、ちょっとなんかより愛おしくなるっていうか、思い出も感じれるし。そうですそうです。だからもう本当数歩でもいいから、基本的には海外で買ったのはその場で履いて、日本に持って帰ってくるとちょっと面白いなっていう。それで言ったらちょっと違うんですけど、僕なんかロケで南極行かせてもらった時に、南極の大陸をどのスニーカーで踏もうかなって、なるほど、それも確かにね考えて、もう南極まで行くのに邪魔なんですけど、スニーカーをやっぱ何足か持ってったんですよ。なるほど。でこれフォースワンで行こうと思って、で行ったら観測隊の人に「こんなの履いてあかんじゃねえ」ってぶち切れられました。ふざけんじゃねえって足なくなんぞって言われて、なめてんのかと。なめてんのかって。そりゃそうっすね、特殊な長靴に履き替えさせられます僕エアホースがすごい好きなんで、いろいろと見てて、もうこれだるま、そうです。これは2002年の日韓ワールドカップの時の記念で出たダルマフォースなんですけど、オリジナルだ。当時すごい珍しかったんですけど、今でもなんだろうこの素材っていう感じですよね。ちょっと硬くてツヤ感もあってあんまりない素材ですよね。ないですね。これは錦糸町のマルイに並びに来ましたその前日の夜からもう電話ですごい情報が交換されるんですよ、どこだどこだと、どこが一番可能性があるのか、その店に入荷する足数と並びの人数のバランスを取って、それ新宿行くかと、多いんじゃないかとか言ってた、急遽いや錦糸町だっつって大学の友達3人と並びに行きましたね。これもなんか並んでる時にドラマがあって、錦糸町の駅前
もう通勤の方がバーッと会社に向かう時間帯になってきたんですよね、そしたら結構離れた先で女性の方がバタッと倒れたんですよ。でこれやばいなって僕らがバーッと抜けて列を、大丈夫ですかって言ってしばらくしてその方が大丈夫ですありがとうございますって言って、また仕事に向かわれたんですけど、並びの時にそんなことがあって、その数日後に事務所宛てに、僕っていうのをもう気づいてくださったみたいで、手紙いただいて、列に並んで待ってた中だったのにわざわざ助けに来てくださってありがとうございますっていうお手紙までいただいて、だからそんなこともあって結構なんていうんだろう、思い出深い一足になってます。あとそうですね、エアマックスこのアニマル、これ3足ね並んでますけど、これのなんて言うんでしょう、思い出としては、僕人生で一番多く買ったスニーカーがこれで、5足買ったんですよ当時。残り2足はちょっと友人にプレゼントしたりとか、だからこれが出た時にはこれもまたかなりのインパクト、これまでにこんなスニーカー出てなかったので、めっちゃかっこいいと思って、これ5足買わせてもらってもいいですかって言っていいですよアトモスです。アトモスのアニマルパックのファーストカラーなので、当時は本当に全然買えたんです。だから僕もっとバーってなくなっちゃうだろうなって、それこそ5足なんか買えると思ってなかったので、面白いなと思いますね。タイミングが変わるとやっぱりバーッと火がつくモデルもあるし、履いてるのは結局1足なんです。これね5足も絶対いらないんですよっていうのは、これ残り2つは今履いたら一撃で多分多分っていうか絶対的にベロンとしちゃうので、僕もやっぱ履くのが一番っていうのも分かるんですけど、なんだかんだでディスプレイで見たりとか、でたまに箱にしまってあるもの、これもそうだこれも買ってたなっていうのも楽しいですよね。楽しいですね。結局、もちろん履いて出かけたいですけど、持ってたかも忘れるってどういうことみたいな。本当ですよこの僕やっぱりちょっとエアウォーズで聞きたい、ここら辺のエアウォーズってこれは僕が人生で一番高いスニーカーです。これどっちも定価が30万円なんですけど、そうだ、それこそこの間出た、ディオールジョーダンよりも定価は高いですね。よりも高い。これフォースの25周年の時に、出たモデルなんですけど、これはイタリア製で、イタリアの職人が手作りで作ってて、シューレースのパーツとか、これとかワンラブっていう僕大好きだった店なんですけど、期間限定でナイキが出したショップで、日本はそこでだけ売って、なぜそんなのが買えたかというと、僕ちょうどナイキの広告をやらせてもらったんですよ。それで僕もめちゃくちゃ嬉しくて、もうナイキ大好き人間からすると、広告なんかもうギャランティーなんかいらないわけですよ本来。もう出れるだけでもう光栄だから。めっちゃ上がりますね。でもそれでいただいたんですね。でもギャラはお仕事として、だからもうこのギャラは絶対に全てナイキに使うと決めたんです。その直後にそのワンラブがオープンして「龍太君こんなのあるよ」ってナイキの人に言われて、これ買わなきゃダメだろうなと思って「両方ください」って言ってナイキの広告をやらせてもらえた記念に買えた一足です。すげえ。でも全然火がつかなくて、だいたい10万ぐらいでやり取りされてましたけどねなるほどなるほど。いろいろとねお話を聞かせていただきましたが、終わっちゃう。終わろうとしてる。これは最後に、佐藤さんにとってスニーカーとは何ですか？楽なものですね。楽なもの。もうめっちゃ楽なものっていう、楽っていうのは一番自分らしくあれるっていうことで、そのなんかこう例えば海外であっても、この居心地のいい履き心地のいい自分のスニーカー履いてそこに立つと、なんかそこをホームにしてくれるっていうか、守られてるここが一番居心地がいい場所だとしたら、なんかどこ行ってもなんか自分のホームに変えられるみたいな、なんかそんぐらいなんか大きな力も持ってるな、僕にとってはと思いますね。そしてもう一個聞きたいんですけど、僕もこれ答え出ないぐらいのあれなんですけど天国に一足だけ持っていけるとしたら何持っていますすげえスケールの質問ですね。こんな酷な人、これだとしたら、いいの持ってきてましたよ。僕これです。
これは、はいもともと安いスニーカーのセール品です、で多分どっちも900円ぐらいに、娘と息子に絵を描いてもらって、うわもう何も言えないから好きに描いて、はい、すごい非常に斬新なデザインがそれだ靴なので、この質問にはこれです。それだ、絶対にそれだ、絶対これです。答え出せる人いた。くそたまたま持ってきてた。いや本当にでももうめちゃくちゃ楽しいお話をたくさん。いやとんでもないです。なんかすいまん。せんベラベラ喋っちゃって。いえいえ、もう本当にまたぜひ、はいぜひお願いします。またぜひお越しください。めっちゃ楽しかったです。はい、佐藤隆太さん、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、今回のスニーカーホリックスはいかがでしたでしょうか。面白いと思った方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして GQ ジャパン YouTube チャンネルは他にも様々なビデオを公開していますので、ぜひご覧になってみてください。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。